藤原でございます。今日も仮想通貨ニュースをめげてビットコイン、イーサリアム、リップル、IOSC、そしてジャスミンのチャート分析をしていきたいなと思います。このチャンネルは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、週末になりますね。じゃあ今日もサクッと、ニュースをね、解説していきたいなと思います。今日のニュースはですね、ちょっと引き続き仮想通貨が、リスク回避姿勢が強まっていますという話ですね。今かなり地合いが悪いんですけども、その原因は一つは、中国恒大グループが、部分的なデフォルトを認定されたと。つまり期日までに、米ドル債の利払いができなかったということで、中国の不動産セクターの波及と世界経済への影響が懸念されているということで、株式市場はこれを織り込んで、ちょっと今ね、不安な状況にあるわけですね。あとは、新型コロナウイルスのオミクロン変異株に対する措置について、経済への悪化が懸念されているというところですね。あとは、FOMC、アメリカの FOMC が14日から15日にありますが、テーパリングや利上げ動向に関連して、買いを控えている人が多いということで、仮想通貨に直接は関係ないんだけど、株式市場の状態が悪いからそのまま仮想通貨も悪いって、そういう話ですね。そこはストーリーとしては変わってないと思いますが、それが続いているっていうのが今の現状です。この記事はね、もちろんネガティブですね。じゃあ次が、ハッシュレートですね、ビットコインの。ハッシュレートが高くなっていて、5月に急落していたハッシュレートが、半年で一応回復しましたということで、マイナーがね、強気姿勢だっていうことが、これによってわかるわけです。ハッシュレートっていうのは、マイニングの採掘速度のことです。採掘速度が上がってるってことは、それだけたくさん採掘してるってことなんですけど、マイナーは強気状態なんですね。で、中国が、結構そのマイニング業者を5月ぐらいから締め出してきて、採掘速度が遅くなっていたんですけども、その後の受け入れ先としては、カザフスタンが 21%、ロシアが 13% ということで、中央アジア付近が、結構その代替になっていると。ただ、もともとね 65% ぐらいを占めてたんですね、中国がね。それが一気にゼロになって、他の国でやってるってことなんだけど、そんなにね、今はもう影響が出てないというか、もともとぐらい、掘れてるということになっているということでした。この記事はもちろんポジティブですね。はい、じゃあ次が、アメリカのマスターカードが暗号資産アバランチを開発するアバラブスラなどのスタートアップ企業をスマートパスクリプトの対象に選定しましたと。スマートパスクリプトっていうのはマスターカードが新規事業をサポートするプログラムですということです。で、このアバランチを開発している企業たちはブロックチェーンを活用して世界の人々や企業が抱える問題を解決するということです。もちろんアバランチを使ってね。ということで、このニュースはやっぱりね、アバランチが結構ね、今、アバランチって一昔前まで全然みんな聞いたことないコインだったじゃないですか。ただそれが、急激に存在感をやっぱり示してきてるんですよね。やっぱりスペックが高いので、アバランチはね。だからこれを使っていろんなことをやろうっていう動きが加速しているので、やっぱりアバランチの時価総額は上がりやすいと思います。はい、この記事は、ポジティブにします。じゃ次がね、NFT ゲームのニュースですね。元祖騎士オンラインっていうのがね、メタバースとゲームファイプロジェクトとして、新しいやつを出しましたところです。もともと2012年に元祖騎士オンラインっていうのがあったんですね。これは日本のゲームのエレメンタルナイツオンラインってやつの中国版だったんですね。で、それが、今回メタバースとゲームファイになって、新しく出てきたということです。で、これはね、独自トークンの MV トークンっていうね、仮想通貨があります。で、それをステーキングしていると、
街やダンジョン、おしゃれ装備などを自分で作って販売することができると。あとは、ランドっていうね、お決まりの土地ね。土地のカスタマイズ権を保有しているユーザーは、マップのオブジェクトデザインを変更したり、登場するモンスターに自分の保有する NFT やリアドロップアイテムを設定できたりするほか、マップの入場料の設定とか NFT ショップの開設とかダンジョンの運営などで権利収益を得たりすることができるということで、よくあるパターンですね。装備品と土地が NFT になってて、それを理解して稼ぐこともできるっていうことで、なんか楽しそうだね、すごいね。で、このメタバース版なんですけど、これはね、ポリゴンチェーン上で発行されると。またポリゴンですよ。最近本当にポリゴンを使ったゲームって増えましたよね。で、その MV っていうトークンは、ユニスワップとかスシスワップとかのみたいな DEX に上場する予定もあるということで、非常にね、仮想通貨とも、関連性が高い、ゲームになるそうです。中国初なのでね、やってる人口が多いっていうのもあって、すでにね、ダウンロード数が800万ダウンロード、このシリーズね。ということで、この記事で言うと、ポリゴンがね、使われてるので、それが上がりそうっていうのと、この MV トークンっていうトークンが、結構上がってきそうな気がします。はい、この記事はポジティブですね。じゃあビットコインからチャート分析いきたいなと思います。なんか熱くなってきたから、ちょっとマフラー取ろう。ビットコイン48,000ドルぐらいまで落ちました。今結構ね、危ないところにいると思いますね。二満足がやっぱり懸念されるところですね。バイナンスの冷やしですけども、順調に反発してきていて、この平行チャンネルに戻ってきたんだけど、結局下に戻ってしまったので、あらりゃっとなりますよね。で、そしたらじゃあこの42,000ドルのところにもう一回落ちてくるのっていう感じになってくる。だから今、一応ここで47,000ドルでサポートされてますけど、ここね、今点線があるとこ。ここを割ってきたら42,000ドルをもう一回試しに来る動きがあるので、注意した方がいいですね。で、現物買いたい人とか長期ロング入りたいけど、まだできてないっていう人は、その暴落したタイミングで入るといいかなというふうに思います。暴落するかわかんないけど、でも何かしら一旦ちょっと下に振ってきて、この線超えるか超えないかちょっとわかんないけど、そういう大きな下落があってもちょっとおかしくない状況かなというふうに思います。はい、ビットコインがそんな感じなので、アルトコインも、結構落ちやすいと思いますね。ちょっとイーサリアムも心配になってきた。イーサリアムが結構牽引してた相場ではあるけど、イーサリアムも今4100ドルまでまた落ちてるんですね。ちょっと怪しいかなって感じ。でもイーサリアムは、この平行チャンネルが効いてるので、この中で推移してるっていうこと自体はあんま変わってないですね。で、50日同平均線支えられてたけど、落ちてきてますので、今度100日同平均線がサポートになる。この辺でもじもじしやすいと思う。4000ドル台前半とかでもじもじしやすい相場かなと思いますので、注意した方がいいです。でもしここの3900ドルとか終わってきたら、もう一回ね、ビットコインと同じように3500、このヒゲのところにまで落ちる可能性はあるので、そこは注意した方がいい。でも多分ここ効いてるので、こいつはなんか落ちないような気がしてます。そんな感じですね。ちょっと怪しい。じゃあ次、リップル。リップルは SEC 訴訟がちょっと進展がありまして、その発言の中で、リップルは、やっぱりね、電子通貨だっていう話があってね、証券ではないよっていう話が出てきてるので、もしかしたら SEC 訴訟が取り下げられるんじゃないか。そして、コインベースにレリストされるんじゃないか。つまりコインベースに再上場されるんじゃないかっていうね、噂があって、昨日結構大きく上げてきてたんですね。ただ、それも全戻してしまいました。この地合いが悪いので今。これだけ昨日 10% ぐらい上げてたんですけど、全戻ししてますので、やっぱりもう一回落ちそうになりましたね。で、こういう下落トレンドバチクソに効いてて、昨日も上げたけどそこで、押し戻されたっていう感じなんで、一旦やっぱりね、この加減ぐらい、三角持ち合いの加減ぐらいまで落ちるって考えたら、0.77 ドルとかなんですよね。90円ぐらいまで落ちる
もう一回落ちるっていう動きはありそうな気がしますのでね、注意した方がいいと思います。はい、じゃあ次が、iOST ですね。iOST はね、かなり厳しいです。だから僕結構動画で何度も言ってるように、もう持つのやめた方がいいと基本的には思ってます。他のコイン、他の例えばテラとかバランチとかソラナとか、サンドボックスとか、今ガンガン上げてるコインに乗り換えた方が僕は賢いと思います。この加工ウェッジね、普通上抜けするのにこんだけ下に落ちてきていると。で、このウェッジの中に戻りきれてないってことを考えたら、結構また落ちると思うんですよね。で、こことここが結構似てて、今がこの辺だとすると、やっぱりダラダラって下がる動き しがちなんですよ、iOST。そしたらまた 1.5 円とかまで落ちます。で、昨日まで4円だったのに 1.5 円、半分以下なんですよね。そういう動きになりがちなんで、僕はちょっともうこいつは手放した方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。うん。ちょっと厳しいです。やっぱしばらくね。うん。もうウェッジの時からずっと言ってましたけどね、僕ね。はい。じゃあ次でジャスミーですね。ジャスミーは日本初の仮想通貨なので、僕は買うつもりはないんですけど、日本の仮想通貨ってなんかもうダメなイメージしかないんで。なんか人気あるのでチャート分析しようかなと思うんですけど、こいつもね、ちょっと今危ないと思いますよ。今ね、こっちのね、100日同平均線にギリギリ支えられてるんですけど、ここ割ってきたら、今ね、0.01 ドルぐらい、1円ぐらいなんですけど、違うか。0.1 ドルぐらいか。1円ぐらいなんですけど、10円ぐらいか。10円ぐらいなんですけど、ここまで落ちる可能性あります。この移動平均線割ったら。かなり悲観走ると思う。そしたら、55円ぐらいまで落ちる可能性ある。半値ぐらいね。だからかなり危険ですね。もし支えられるんだったら、また次上に行けると思うけど、結構今、本当にギリギリのところ、いると思います。ここね。これ、でも地合いが悪くてビットコインとかイーサリアムがストーンと落ちたら多分こいつ落ちるので、そしたらやっぱりダダダって下がると思うんですよね。いやこいつも、僕もこいつに投資するぐらいだったら、そのメタバースとか、レイヤー1のコインとかね、そういう調子がいいコインに乗り換えた方がいいんじゃないかなと思います。いつでも長期的に見たらおしめですよね。ここ割ったら売ってしまう。割らなかったら持ち続けるとかでもいいかもしれませんね。はい。というわけで、今日も仮想通貨のチャート分析をしてみました。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして、僕のね、著書が1月11日に発売します。で、これのおまけが、Amazon の事前予約で見れるようになってます。事前予約じゃないと見れません。このおまけが2022年の藤原式仮想通貨戦略っていうね、大事なコラム、2022年はどういう風にトレードしていけば勝てるのかっていうの大事なことを書こうと思ってますので、仮想通貨投資やっててこの動画見てる人はぜひとも全員読んでもらいたい。つまり本を買ってほしいということなんですけど、ぜひAmazon のリンクね、コメント欄とか説明欄に載せてますので、ぜひ買ってみてください。はい、そして動画説明欄に僕がお勧めしている仮想通貨取引所を紹介してますので、ざっと見て持ってない取引所があったら登録してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨を購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に
FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分の US ドルテザーがもらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。